Alaska 261, you over here with me yet, sir? LA Delta X-ray, we do have that airplane quite high and up at 1 o'clock. Zero Delta X-ray, right? Just kind of keep your eye on him. He's having some pretty bad problems up there right now. As far as we know right now, he doesn't have any intent to go below 17,000, but keep your eye on him, okay? Will do, Delta X-ray. Thanks. Hi, Zero Delta X-ray. That plane has just started to do a big, huge plunge. A big, huge plunge. Thank you. SkyWest 5154. The MD-80 is one becoming about 2 o'clock, about 10 miles now. Another pilot reports he's really looking pretty bad. They're heading to your right. Do you see him? Yes, sir. I concur. He is definitely in a nose-down position, descending quite rapidly. Okay, very good. Keep your eye on him. Alaska 261, are you here with us yet, sir? Plane's inverted, sir. Okay, very good. It looks like he's turning over in front of you now, SkyWest 5154. You still got your eyes on him, sir? There is a sight. He definitely out of control. Okay, very good. Yeah, he's inverted. Okay. Just do what you need to do there, SkyWest 5154. Keep us advised. And he's just hit the water. Yes, sir. He hit the water. He's down. Okay. And for position, I'm right abeam of 50 Delta X-ray. Yeah, he just now hit it. We have the spot marked right here. Thanks, guys. 2000年1月31日、メキシコ中部のプエルトバヤルタからアメリカ・サンフランシスコを経由し、シアトルへ向かっていたアラスカ航空261便。メキシコを出発して3時間後、ロサンゼルスの北、カリフォルニアの沿岸を飛行中、太平洋へ墜落しました。261便の異常を認識していた管制官は、周辺を飛行していたパイロットへ261便を監視するよう依頼しており、結果的に他のパイロットにより墜落の瞬間が目撃され、その様子が管制官へ逐一報告されました。261便はなぜ墜落に至ったのでしょうか。今回はアラスカ航空261便墜落事故を NTSB アメリカ国家運輸安全委員会の事故調査報告書をもとに解説します。本動画は公式もしくは信頼できる情報をもとに制作していますが、誤りがございましたらコメントにてお知らせいただけますと幸いです。また、使用している映像や画像は事故機とは異なるものが含まれています。2000年1月31日13時37分、アラスカ航空261便がメキシコ中部プエルトバヤルタにあるインテルナシオナル・リセンシアド・グスターボ・ディアス・オルダス空港を出発。この便はアメリカ・サンフランシスコを経由してシアトルへ向かう定期旅客便でした。使用機材はマクドネル・ダグラス MD83。なお、本動画では動画制作の都合上、同じ T 字翼機である CRJ700 で再現をしています。261便にはパイロット2名、客室乗務員3名、乗客83名の合計88名が搭乗していました。機長は53歳。総飛行時間は約1万8000時間で、そのうち MD80 シリーズに4000時間乗務していました。一方、副操縦士は57歳。総飛行時間は8140時間で、そのうち MD80 シリーズに8060時間乗務していました。プエルトバヤルタを出発した261便。この時、飛行中に機首の上下を調整する水平安定板が離陸上昇用の設定である機首を上げる方向に7度がセットされました。一般的な航空機は機体の後ろの部分に機首の上下方向を調整する翼、水平尾翼がついています。旅客機の水平尾翼にはエレベーターと水平安定板が含まれており、エレベーターは操縦桿で操作する一方、水平安定板は自動で調整されるか手動で操作できる機種もあります。少々画質の荒い動画で恐縮ですが、
こちらは NTSB による水平安定板の動きをアニメーションで再現したものです。赤い部分が水平安定板で、角度が変わることで機首の上げ下げもしくは水平飛行を保つにあたってパイロットの負担を軽減します。アニメーションは最初が機首を下げる方向に設定が変わった場合、そして今度は逆に機首を上げる方向に設定が変わった場合を示しています。続いて内部の仕組みをもう少し詳しくご説明します。最も大きい赤い部分が水平安定板、上の紫の部分がモーター、そこから伸びている青い部分がネジ、黄色い部分がナットとなっています。モーターが回るとつながっているネジが回り、ナットと噛み合っているのでネジが上下します。そしてネジは水平安定板ともつながっており、それによって水平安定板を押し上げたり押し下げたりして角度を変える仕組みです。そしてこの角度が必要以上に大きくならないようにネジの上下の動きを制限する部品が緑色の部分のストッパーになります。続いて水平安定板がどのように動くか見てみましょう。画質が悪く見づらいのですが、緑色のストッパーを見ていただくとネジが回転しているのがお分かりかと思います。まずは機首を下げる方向に変わる様子です。そして機首を上げる方向に変わる様子です。このようにネジが回転することで水平安定板の角度が変わります。離陸後、オートパイロットがオンになったタイミングで水平安定板の設定角度が機首上げ方向の7度から2度に、さらに6200フィートで機首下げ方向の 0.4 度へ変わりました。なお、この水平安定板の設定角度はあくまでも水平安定板自体の傾きであって、実際の機体の機首の角度、ピッチ角とは一致しない点に留意が必要です。261便は上昇中にこの水平安定板が動かなくなりました。13時53分、墜落の2時間半前、29000フィートを上昇中にオートパイロットが解除され、その後は緩やかに上昇を続けていました。ここまでエレベーターはマイナス1度からマイナス3度の間で動いていたことが記録されており、これは操縦桿を絶えず引いていたことになります。この時パイロットは最大 23kg フォースの力で操縦桿を引いて飛行していました。操縦桿を引く力を示すデータを探したのですが見つかりませんでしたので、代わりに何かしら引く力を測定したデータを探したところ、立った状態で綱を引いた時に発生する力を測定した実験レポートが見つかりました。それによると、パイロットと同じ50代男性が綱を引いた時の力は平均604ニュートン、つまりは 61kg フォースとなっていました。操縦桿を引いていた力は 23kg フォースで、綱を引く力の3分の1程度だったとはいえ、通常片手で操作している操縦桿を座った状態で他の操作もしながら引き続けるのはかなり辛いものがあったと思われます。水平飛行になってから24分間、261便は3万1000フィートを280ノットで飛行していましたが、この時の操縦桿を引き続ける力は 13kg フォースと上昇中の 23kg フォースから半分近くになりました。その後、速度を300ノットに上げると必要な力は 5kg フォースに減り、そのまま約1時間半飛行した後、オートパイロットを再開しました。そして機長はロサンゼルスへの行き先変更と水平安定板の異常について無線でシアトルおよびロサンゼルスにあるアラスカ航空の地上部門へ相談をしていました。15時52分、墜落の30分前、シアトルの運航担当が261便へサンフランシスコの気象情報を伝えるとともに、安全上の理由でロサンゼルスに着陸することは認めるが、ロサンゼルスは混雑によって1時間から1時間半の遅延が発生していることを伝えました。これに対し機長は運航への影響を懸念したことに不快感を示しました。安全に配慮しつつも運航を優先する姿勢、そしてそれを直接言わないにしても予定通り運航するように圧力をかける姿勢を不
快に感じたと思われます。15時58分、墜落の24分前、機長はロサンゼルスへの着陸を決断し、シアトルの運航担当へ伝えました。また、事故機には燃料を放出する機能がなかったため、燃料を消費する目的で少し飛行することも伝えました。5分後、副操縦士はロサンゼルスへの着陸にあたり、ロサンゼルスの運航担当へ飛行機の重量バランスを再計算するために必要な情報を伝え、ロサンゼルスへの着陸に向けた準備が本格的に始まりました。16時8分、墜落の12分前、機長はロサンゼルスの整備担当と連絡を取り、トラブルシューティングを開始しました。スイッチやブレーカーなどをチェックしましたが、原因が判明しませんでした。また、水平安定板には通常のモーターとは別に代替のモーターもついており、こちらを試しても状況は変わりませんでした。そして1分後、オートパイロットが解除されました。これは水平安定板の状況を確認するためと思われます。その数秒後、水平安定板が機種下げ方向の 0.4 度からより強い機種下げとなる 2.5 度へ動きました。それによって急激に機種が下がり、6000フィートパーミニッツという通常の倍以上の降下率で降下が始まりました。機長は管制官に対し、急降下していることと機種の上げ下げがコントロールできないことを報告。そして急降下により速度が上がり、速度超過の警告が作動し始めました。オートパイロットを解除した直後、突如水平安定板がより機種下げ方向に動き、急降下を始めた261便。80秒間で3万1000フィートから2万3000フィートへ、実に8000フィートも降下しました。降下率にすると6000フィートパーミニッツにも及び、通常の降下率が2000フィートパーミニッツ程度であることを考えると、3倍程度の降下率で降下したことになります。16時10分、墜落の11分前、機長は管制官へ再び急降下が起きたことと機種の上げ下げをコントロールできないこと、今現在は降下していないことを伝えました。そしてその30秒後、コントロールを取り戻したと報告しました。16時11分、墜落の10分前、機長は管制官へ2万4000フィートを飛行しており、トラブルシューティングのためにフライトレベル200から250をブロックしてほしいとリクエストし、管制官は了承しました。この時、急降下からの回復に必要な操縦桿を引く力は 60kg フォースにも達していました。この力は先ほどの引く力の実験データと照らし合わせると、50代男性が綱引きで引く力とほぼ同様であり、長時間引き続けるのはかなり厳しい状況になっています。16時16分32秒、事故の4分30秒前、管制官は261便へ進路を280に変え、1万7000フィートへ降下するよう指示。それに対し261便はフライトレベル280から170のブロックを管制官へ要求。管制官はリクエストされたコードをブロックしました。続けて次のエリアの管制官の周波数を伝えました。261便からはコード系の設定値の確認があり、管制官が回答したのに対して副操縦士からありがとうと応答があったのが261便からの最後の無線連絡でした。この無線の後、機長は客室乗務員へ全てのものをしまい、全員シートベルトを着用する必要があると伝えました。その直後、機長は後ろで大きな音がしたのを聞いています。16時17分21秒、墜落の3分30秒前、機長は再び客室乗務員へ乗客がシートベルトを着用しているか確認するように伝えました。16時19分36秒、墜落の1分30秒前、コックピットボイスレコーダーに非常に大きな音が録音され、コックピット内で固定されていないものが移動するような音も録音されていました。
この直後、機首が急激に下を向き、左への傾きが大きくなりました。6秒間で機首の角度がマイナス70度、つまりは下向きに70度に達し、左への傾きも76度を超えました。90度で地上に対して翼が直立することを考えると、かなりの角度まで急激に傾いたことになります。左への傾きはさらに強くなり、その3秒後、ついに機体が反転し、背面飛行状態となりました。16時19分54秒、墜落の1分前、機長は副操縦士に対して反転していることを認識しており、立て直すと述べ、操縦桿がせわしなく動き、フラップが格納されるなど、立て直しのために懸命に対処していた記録が残っています。しかし、261便は反転したまま降下を続けます。16時20分49秒、墜落の10秒前、コックピットボイスレコーダーにはエンジンの回転が遅くなるような音が録音されていました。この時、周囲を飛行していたパイロットは261便の右エンジンから火が出ている様子を目撃しています。そして16時20分57秒、261便はカリフォルニア沿岸の太平洋に墜落しました。乗員乗客88名全員が亡くなり、機体は大破。残骸が海面に浮かんでいるのが発見されました。これまでの流れで水平安定板が事故に大きく関わっていることがお分かりになるかと思います。事故の要因について時系列に沿って見ていきます。まず、離陸してから上昇している最中に水平安定板が動かなくなり、操縦桿を引いて上昇せざるを得ませんでした。実は261便の水平安定板のネジには十分に潤滑剤が塗られておらず、ネジが上下することでナットの中が徐々に削られていました。そして261便が上昇している最中に完全に削り取られたのですが、この削りカスがネジとナットの間に詰まり、ネジが上下に動かなくなったことで水平安定板が動かなくなりました。パイロットは異常に気づき対処をしていたものの、水平安定板のチェックリストにはできるだけ早く着陸するという記載がなかったため、そのまま飛行を続けました。そしてロサンゼルスエリアまで来たタイミングで地上の整備部門と連絡を取り、トラブルシューティングをしたのですが、この時モーターを複数回動かしたことでナットとネジの詰まりが解消されました。しかしナットの中は摩耗していたため、ネジと噛み合うことができず、ネジが上に引っ張られる形になりました。これが最初の急降下の原因になります。ただこの時はストッパーが機能していたため、設定できる最大の角度でとどまっていました。そして墜落直前、コックピットボイスレコーダーには大きな音が記録されていましたが、この音はストッパーなどが破損した音でした。そのためナットからネジが完全に外れ、操縦不能な角度まで水平安定板が傾いたことで2度目の急降下が発生。そして反転、墜落に至りました。ではなぜナットに十分な潤滑剤が塗られておらず摩耗していたのでしょうか。その背景としてアラスカ航空は整備を簡素化するために潤滑剤を塗り直す間隔を長くする運用規定へ変更し、航空局は承認していました。そのため潤滑剤が足りなくなりやすく、過度な摩耗が起こる可能性が高まりました。またアラスカ航空はこの部分の点検自体の間隔も長くする変更をしており、こちらも航空局は承認していました。そのためナットが過度に摩耗していても発見する機会がないまま故障に至るまで放置されることとなりました。またナットの中が完全に摩耗した場合に致命的な影響を防ぐ機構が MD80 シリーズに搭載されていなかったことも事故の要因として挙げられています。事故調査報告書ではアラスカ航空の整備には広範囲にわたり欠陥があり、また航空局は少なくとも数年間は監督責任を果たしていなかったと厳しく断じています。
またいくつかの勧告も行われており、アラスカ航空と航空局に対しては今回事故の直接的な原因となったネジの点検を強化することや、整備の手順や間隔を見直す場合は適切なデータをもとにリスクが増えないことを立証し、航空局から書面で同意を得ることとしています。また航空機メーカーに対しては、水平安定板を動かす機構が破損した場合でも飛行が続けられるようなバックアップ機構を組み込むこと、パイロットに対してはチェックリスト以外のことを行わないことと、チェックリストを完了させても水平安定板の動作が異常な場合は手動で飛行することなどを勧告しました。アラスカ航空261便墜落事故、いかがだったでしょうか。よろしければ評価やコメントをぜひお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。